またも電通、独立行政法人情報処理推進機構がブランドロゴなどを刷新しました。刷新したのはロゴデザインの変更と英語名称の変更とタグラインの新設の3つです。これが高すぎる無語すぎると話題です。特に電通案件なことが炎上に拍車をかけています。概要です。このリブランディング業務は2025年2月に一般競争入札を行い、電通が4840万円で落札しました。ロゴのモチーフは北極星と円で、従来の赤系の大文字表記から青系の混在表記に変更されました。新設したタグラインにはビヨンドデジタルという言葉を採用したということです。英語名は従来の直訳のものからイノベーションプラットフォームエージェンシーに変更されました。このニュースに対するネットの反応を見ていきましょう。電通に税金を渡すためだけの仕事だろこれ。4840万円のうち4839万円くらい中抜きされてそうだな。無料の AI の方が絶対いいロゴ作れるのくさ。 IT 推進機構なら最新の IT 技術を使って安くて良いものを作れよ。 AI にこのロゴはパクリですかと聞いたら100円玉のデザインを模倣していると回答してきてくさ。確かに似ててくさ。色違いバージョンがもっと100円玉に似ててくさ。すでに火の車です。少しだけ擁護してみましょうか。今回のリブランディング業務は単に新しいロゴマークの図案を1枚作成したわけではありません。企業や組織が社会に提供する価値あり念を再構築するための調査分析から関わっています。市場調査や競合分析を行い、目指すべき方向性を決定するコンサルティング費用が含まれます。さらに作成したロゴマークが他社の商標権や著作権を侵害していないかの調査も必須です。こうした専門的なリーガルチェックや国内外の権利確保にかかる実費もこの予算に内包されています。また新しいロゴや英語名称、各種媒体や書類に展開するためのマニュアル策定も行われます。そのため純粋なデザイン費だけでなくプロジェクト全体の設計費として計上されています。しかしそんなことはどうでもいいのです。雑いデザイン、高い電通費用、これだけで十分です。ネットの反応に戻ります。イノベーションプラットフォームエージェンシーって何このガバガバ英語。普通にそのままでいいのになんで英語と日本語で違う意味にするんですかね。変更しなきゃ電通さんにお金をあげる名目ができないじゃん。ビヨンドデジタルと考えるだけで1000万円くらいもらってそう。まず電通に5000万円をプレゼントすることを確認してから仕事の内容を考えてそう。こいつら税金だから無駄遣いしてもいいと思ってるだろ。予算余っちゃったから来年度から予算減らされないように使い切るぞという思考らしい。税金で運営されてるところはどこでもそうやで。予算が減らされるから使い切るというのはいい加減にした方がいい。組織論ですね。そこで運営組織面からも少し解説します。国や独立行政法人の予算は単年度主義という原則に基づいて管理されています。これは1年間で承認された予算はその期間内に使い切ることが基本となるルールです。もし予算を大幅に余らせてしまうと翌年度の予算要求の際に必要な額が削られる傾向にあります。そのため組織の維持や将来の活動枠組みを守るために予算を消化する動きが生まれます。民間企業のような利益追求や徹底したコスト削減のインセンティブが働きにくい構造といえます。これが独法ならではのコスト意識の希薄さにつながる要因の一つと考えられます。ネットの反応に戻ります。いくらなら妥当なんや。このクオリティでいいなら5万円ちゃんとしたものでも100万円。4840万円のうち大半をポッケにしまってバイトの子に1万円渡して AI で作らせたレベル。無料の AI で10個くらい候補作って会議に出席するだけで4840万円になるってわけ。中高生あたりにデザイン応募して優秀賞以上に図書カードでも配ればもっと安くできるやろ。募集が一番ダメだろ。パクリ作品ばっかり送られてくるぞ。10年前くらいに有名デザイナーのロゴがモロパクリで炎上した事件があったやろ。ロゴデザイナーってバカにされることが多いけど相当大変な仕事だよ。ユニクロのロゴとかも最初はすごくバカにされてたけども定着したし。バカみたいに大金払って電通に金儲けなんかさせなくていいのよ。金余りすぎてて良いご身分です。中抜きは文化になってしまったから無駄だというのは違うかもな。結局電通と中間搾取という2大キーワードが揃ってしまったのでどう説明しても擁護不可能という状態になってしまいました。このようなニュースが世に出て厳しい意見にさらされる状態は悪くないという評価もありますが、果たして皆さんはこのロゴに4840万円妥当だと思いますか？